さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。147回目の今回は、長谷の愛称で親しまれていた選手の解説になるよ。その選手とは、ソフトバンク24年在籍していた、長谷川裕也選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。長谷川裕也、1984年12月22日生まれの38歳、山形県鶴岡市出身の元プロ野球選手だよ。引退後はソフトバンク1軍打撃コーチを務めているよ。鶴岡第4中学校で軟式野球部に所属し、主に投手を務めていたよ。酒田南高校に進学すると、1年時に外野手へ転向し、2年夏、3年春夏と3期連続で、甲子園出場を果たしたよ。専修大学では1年からレギュラーを張り、3年秋には東都大学リーグ2部首位打者、4年秋には打率3割4分1厘、6本塁打で MVP を獲得しているよ。そして2006年11月21日に、ドラフト会議の大学社会人ドラフトで、ソフトバンクから5巡目指名を受けて入団。背番号は30となったよ。2007年は、春季キャンプで A 組に抜擢されるなど期待されていたものの、左大腿骨頸部を疲労骨折し、シーズンの大半をリハビリに費やしたよ。2008年は4月22日の楽天戦でプロ初出場、初安打を記録。相手先発投手が右投手である試合には、スタメンで起用されており、期待される選手の一人だったものの、外野守備ではチームメイトと激突してしまい失点につながり、さらにチームメイトに怪我をさせてしまうといった、連携の悪さが目立ったよ。その後8月17日に、試合前のバント練習の際に左手小指を骨折し離脱。それ以降一軍復帰はできなかったよ。2009年は10試合連続安打や自身初のサヨナラ打を打ち活躍。オールスターには選手間投票で、外野手部門第3位に入り初出場。シーズンは打率3割1分2厘、7本塁打44打点を記録し、チームトップの159安打を打ったよ。2010年は開幕から調子が上がらず2軍に降格。1軍に復帰したがその後も調子が上がらず、結局打率も2割5分5厘と低迷。2011年も開幕から不調が続き、若手の福田にセンターを奪われることが多くなるが、田村が離脱したため守備位置の変更の関係で、再びセンターでのスタメンが増え、7月頃から打撃も上向き始め、最終的に125試合に出場し、打率2割9分3厘を記録し、リーグ連覇と日本一に貢献。そしてオフに背番号を24に変更。2012年は6月から3ヶ月連続で、月間打率3割以上を記録するも、最終的に126試合に出場し、打率2割7分8厘、16盗塁を記録。2013年は開幕から好調を維持し、4月半ばから1番打者に定着。交流戦から5番に定着すると内川、松田らとクリーンナップを形成。そして交流戦にて、史上最高打率である4割1分8厘を記録し、交流戦 MVP を獲得。最終的には2010年に川崎が記録した、球団記録を上回る198安打を記録し、自身初のタイトルとなる、首位打者と最多安打、ベストナインを初受賞したよ。2014年は開幕から好調を維持していたが、9月3日のオリックス戦で、本塁突入の際に右足首を痛め登録抹消。復帰後は日本シリーズまで代打起用となったよ。シーズンは2年連続で3割を記録し、3年ぶりのリーグ優勝と日本一に貢献。2015年は開幕スタメンで出場したものの、前年痛めた右足首の影響で低迷し、4月16日に登録抹消。9月15日に復帰したものの30試合にとどまり、打率2割2分4厘と自己ワーストの成績に終わったよ。またシーズンオフに、翌年から選手会長に就任することが発表されたよ。2016年は4月上旬からはスタメン出場するようになり、オールスターにも指名打者として、初めてファン投票で選出。8月27日のロッテ戦にて、通算1000本安打を達成。シーズンは122試合に出場し打率2割7分1厘、10本塁打51打点を記録。2017年も開幕を1軍で迎えるが、低迷が続き4月22日に2軍へ降格。6月13日に1軍復帰し、同日の交流戦の巨人戦では本塁打を記録。6月25日の西武戦では、プロ初の4番でツーランを放つもその後の状態は上がらず、7月21日に再び2軍へ降格。以降1軍での出場機会は得られず23試合の出場にとどまったよ。DNA との日本シリーズでは、10月28日の第1戦で、自身初となる日本シリーズで本塁打を放ち、チームの2年ぶりの日本一に貢献したよ。2018年は昨年オフに行った手術の影響で、1軍復帰が6月半ばになり、復帰後は主に代打として活躍し、代打成績は2割9分6厘を記録。2019年シーズンは25試合の出場にとどまったものの、巨人との日本シリーズでは、第3戦で勝ち越しとなる犠牲フライを打ち、チームの日本シリーズ3連覇に貢献。2020年は6月19日の開幕試合をスタメンで迎えたが、7月6日に右脇腹の筋挫傷と診断され翌日に出場選手登録を抹消。8月1日には新型コロナの陽性判定。9月29日に1軍へ再昇格し、10月15日のオリックス戦で、6回満塁の場面でバレンティンの代打として、シーズン第1号と自身初となる、満塁本塁打
放ったよ。シーズンは29試合の出場で打率2割2分4厘を記録。2021年はシーズン当初は代打での起用から、4月以降先発出場する機会もあったが28日に登録抹消。5月8日に再登録されると、29日の交流戦の巨人戦で、1試合に本塁打5打点を記録。6月は18試合の出場で月間打率2割5分を記録したが、次第に調子を落とし、8月24日の西武戦にて代打で安打を放った後、9月末まで14打席10打数連続無安打で低迷。10月2日に再び登録抹消となり、8日に同シーズンをもって現役を引退することが発表されたよ。9日に行われた引退記者会見で、シーズン前のキャンプ中に右足を歩けないくらいロックしたことを明かし、足がボロボロになったことを自分でも実感したこと、そしてそれがバッティングにまで影響してしまったことが、引退決断に至った大きな理由であると語ったよ。10月21日に本拠地最終戦でもある、日本ハム戦の7回に松田の代打として出場。ファーストゴロとなるも、一塁にヘッドスライディングし、観客や自分ベンチから拍手が送られたよ。そして引退後の2021年11月1日に、一軍打撃コーチ就任が発表されたよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。意外と成績に波がある選手で、2013年に突如覚醒した印象。その後は試合数が減少するも、要所要所でチームを救う打撃を発揮。たとえ多く試合に出ることができなくても、その打撃でチームの連覇に貢献するなど、チームになくてはならない選手だったと思うよ。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。